だからぼかしっていうよりはもみ殻とかこういう有機物 CAN 比の高いものを分解する力が強いというものなので、ぼかしそのものを作る際にこれがいるのかっていうと、多分僕のやろうとしてるぼかし作りとは全く別の形のぼかしを作ることができると思います。多分この製品はもう何十年前からあって、直接畑に例えば夏野菜が終わったトマトナスの残渣を1週間で土にすき込んで発酵させて分解させたいっていうもので使われてきたものだと思います。素晴らしい商品です。だから僕なんかそんななんだ 10R 一旦分も畑やってみたいなとは思うけど、そんな畑ないからこんな小規模でね、小さい畑しかやってないからね。これどうなるやろ。どういう最初もみ殻入れる。いやいつも粉合わせってで順序あるんだけど、僕最初絶対もみ殻なんて入れないね。ってことは1キロに対していつも言ってるその糸状菌の菌糸が前回失敗しましたってやつでは全然出てなかったので、しいたけ日にちが過ぎたやつ持ってきました。もうこれもお助け程度に糸状菌を頑張ってほしいなっていう感じで、無駄なく。じゃあ2割ぐらい入れさせてもらおうかなと。バケツ含めて845なので100g 抜けばいいのかな。じゃあこれ最初これ 300g 入ってるので抜きすぎ。はい。純粋にやります。ただ硫胺がないので、硫胺窒素肥料この指示通りではないかなとは思うけど、40ってどれくらいなんやろ。これでぴったり40。お粉合わせって言って、粉のものは粉の状態で混ぜ合わせる、水に溶けるものは水に溶かして混ぜ合わせるっていうのが基本です。だから納豆でもヨーグルトでもネバネバでも水に溶けるわけで、そのまんまここに納豆の粒をぼちゃっと入れたって、浸透しにくいまんべんなくっていうものには沿った入れ方ではない。そうやね。粉なら粉同士でこう合わせていく、水なら水にもう最初からヨーグルトを水になじませちゃう。でここで酵母菌とか砂糖とかも入れるなら
こで粉で入れちゃう。基本は細かいものから混ぜていくということで、一般的なぼかし作りではないね。まあ最終は水加えますけど、今回は酵母菌も砂糖も何も乳酸菌も納豆菌も入れずになんか粉っぽいカルス NCR ともみ殻と米ぬかだけで一度作ってみます。はい、これで水入れてギュッとしたらパラッと崩れる程度に、水入れすぎないように。それで、どの袋に入れて1週間か10日そのまま置いておきます。はい、でまあいいか。なんだ言うの忘れてたんですけど、コロナで陽性になったので今隔離中で、うちでって言ってもあまりアクティブになんかやることはないんですけど、基本おとなしくしとらなあかんでね。そうね。幸いに僕は最初の発症した数時間だけぐっと体温が上がって、でもう翌日の昼ぐらいにはもう平熱になって普通の日常になりましたはい、こんなとこでカルス NCR のぼかしはこれで1週間後また従来通りのぼかし今から作っていきますので、引き続きありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。